皆さんこんにちは、ロック204チャンネルです。このシリーズでは、電子工作やプログラミングの楽しい世界を皆さんと一緒に探求していきます。記念すべき第1回は、マイクロビットと PC 間のシリアル通信というテーマでお送りします。マイクロビットで取得したセンサーのデータなどを、パソコンの画面にリアルタイムで表示するような、かっこいいアプリを一緒に作っていきましょう。まずはこちらをご覧ください。今回作るのは、マイクロビットからパソコンへ、シリアル通信を使ってデータを送る、というとてもシンプルなアプリケーションです。シリアル通信とは、データを1ビットずつ順番に、1本の線で送る通信方法のことで、USB ケーブルの中ではまさにこの通信が行われています。具体的には、マイクロビット側でボタンが押された回数をカウントして、その数字をパソコンに送信します。そして、パソコン側ではそのデータを受け取って、画面に表示する、という仕組みですね。これができれば、温度センサーの値を送ったり、加速度センサーの値をグラフにしたりと、いろいろな応用が考えられます。まさに、IoT の第一歩です。では早速、マイクロビット側のプログラムから作っていきましょう。使うのは、おなじみのマイクロビット Python エディターです。ブロックプログラミングではなく、今回は Python を使って少し本格的なコーディングに挑戦してみましょう。こちらがマイクロビットに書き込む Python のコードです。とてもシンプルですね。まず、カウントという変数を用意して、初期値を0に設定しています。そして、while true の無限ループの中で、A ボタンが押されたかどうかをチェックしています。もし A ボタンが押されたら、uart.write という命令を使って、カウントという文字と、現在のカウント数をパソコンに送信します。送信が終わったら、カウントを一つ増やして、マイクロビットの LED にチェックマークを表示しています。やっていることはこれだけです。簡単でしょう。次に、データを受け取るパソコン側のアプリを作っていきます。今回は、Python の GUI ライブラリーであるTkinter を、もっと簡単に使えるようにした、ページというツールを使って、画面をデザインしていきます。このように、ボタンやテキストボックスといった部品を、ドラッグ&ドロップで配置するだけで、直感的に画面が作れる、とても便利なツールです。ページで画面デザインを保存すると、このようにいくつかのファイルが自動的に生成されます。主に使うのは、画面の骨格が書かれたシリアル_to_text.py と、ボタンが押された時の具体的な処理などを書き込んでいくシリアル_to_text_support.py の2つです。ページが面倒な部分を全部やってくれるので、僕たちは本当に重要なロジックの部分だけを考えればよい、というわけですね。コードの解説に入る前に、完成したアプリがどんな風に動くのか、イメージを見てみましょう。まず、マイクロビットを USB ケーブルでパソコンにつないで、今作ったアプリを起動します。そして、スタートボタンを押すと、マイクロビットとの通信が始まります。次に、マイクロビット本体の A ボタンを押すと、ほら、このように押した回数がリアルタイムで画面に表示されていきます。最後に、ストップボタンを押せば、通信が安全に中断されます。どうです？なかなか本格的でしょう。ここからは、少しだけ PC 側アプリのコードの中身を覗いていきましょう。こちらは、先ほどページが自動生成したシリアル_to_text.py というファイルです。画面のボタンやテキストボックスをどこに配置するか、といった情報が書かれています。基本的には、このファイルは直接編集することはありません。そしてこちらが、メインの処理を書いていくシリアル_to_text_support.py です。Python でシリアル通信を行うためのシリアルライブラリーや、処理をスムーズに行うためのスレッディング、Q といったライブラリーをインポートしているのがわかりますね。今回は、GUI の操作と、マイクロビットからのデータ受信を同時に、スムーズに行うために、マルチスレッドという少し高度なテクニックを使っていきます。コードの冒頭で、いくつかグローバル変数を定義しています。これは、シリアル通信の状態や、受信したデータをプログラムのどこからでも使えるようにするためのものです。特にアンダーラインデータアンダーライン Q は、
マイクロビットから送られてきたデータを一時的に貯めておく、順番待ちの行列のような役割を果たします。こちらが、プログラムが起動した時に最初に実行されるメイン関数です。GUI のウィンドウを生成したり、各ボタンに、このボタンが押されたらこの関数を実行してね、という役割を割り当てたりしています。例えば、ボタン1、つまり、スタートボタンが押されたら、オンアンダーラインスタートアンダーラインボタンという関数を呼び出すように設定されていますね。この find アンダーラインマイクロビットアンダーラインポート関数は、このアプリの便利な機能の一つです。パソコンに接続されているたくさんの USB デバイスの中から、どれがマイクロビットなのかを自動的に見つけ出してくれます。これにより、ユーザーはわざわざ COM3 とか COM5 といったポート番号を指定する必要がなくなります。とても親切な設計ですね。このリードアンダーラインシリアルアンダーラインデータ関数が、マルチスレッド処理の心臓部です。この関数は、GUI の処理とは別のバックグラウンドで動き続けます。そして、マイクロビットからデータが送られてくるのをひたすら待ち続け、データを受信したら、それを先ほどのアンダーラインデータアンダーライン Q という行列にポンと追加します。こうすることで、データ受信の待ち時間で画面が固まってしまうフリーズするのを防いでいるわけです。では、Q に溜まったデータはいつ画面に表示されるのでしょうか。その役割を担うのが、このアップデートアンダーラインテキストアンダーラインウィジェット関数です。この関数は 0.1 秒10ミリ秒ごとに、Q に新しいデータは来てないかなとチェックしに行きます。もし新しいデータがあれば、それを取り出して画面のテキストボックスに表示します。この受信処理と表示処理を分けるのが安定したアプリを作るための重要なポイントです。こちらはスタートボタンが押された時の処理です。まず、先ほどの find アンダーラインマイクロビットアンダーラインポート関数を使ってマイクロビットを探しに行きます。無事に見つかったら、シリアル通信をオープンし、成功メッセージを表示します。そして、リードアンダーラインシリアルアンダーラインデータ関数をバックグラウンドで動かすためのスレッドを開始し、アップデートアンダーラインテキストアンダーラインウィジェットによる画面の更新ループをスタートさせます。ストップボタンが押されたときは、オンアンダーラインスタートアンダーラインボタンと逆の処理を行います。まず、バックグラウンドで動いているリードアンダーラインシリアルアンダーラインデータスレッドに対して、もう止まっていいよ、という合図を送ります。そして、シリアルポートを安全に閉じて、受信を停止しました、というメッセージを表示します。最後に、ウィンドウの閉じるボタンが押された時の処理です。オンアンダーラインストップアンダーラインボタンを呼び出して、通信をきちんと終了させてから、アプリケーション全体を終了します。こうすることで、アプリを閉じても裏でプログラムが動き続けてしまう、といった事態を防ぐことができます。はい、というわけで今回は、マイクロビットから送られてくるデータを、パソコンの自作アプリで受信する方法について、詳しく解説しました。Python のシリアルライブラリーや、スレッディングを使ったマルチスレッド処理など、少し難しい部分もあったかもしれませんが、この仕組みを理解すると、作れるものの幅がぐっと広がります。ぜひ、皆さんも今回のコードを参考にして、自分だけのオリジナルアプリ開発に挑戦してみてください。今回はマイクロビットよりのシリアル出力を PC より受信するプログラムを作ったので紹介します。マイクロビットの送信側のプログラムは、マイクロビットの Python エディターで作成しました。A ボタンを押すと、シリアル出力でボタンを押すたびにカウントが一つずつ増えていくといった簡単なものです。それでは、シミュレーターで確認してみましょう。このようにボタンを押すたびにカウントが増えていることがわかります。これがシリアル出力されます。こちらがマイクロビットにプログラムをダウンロードしたものです。受信側の PC のプログラムは、GUI をページを使用して作成し、シリアル受信機能を追加しました。それでは、プログラムを実行してみましょう。プログラムが立ち上がると、このような画面が表示されます。USB ケーブルでマイクロビットを接続し、スタートボタンを押します。そして、マイクロビットの A ボタンを押すと、このようにカウント数が表示されます。これがマイクロビットよりのシリアル通信を受信した画面です。
ストップボタンで通信を停止、スタートで再開することができます。また、プログラムを終了するには、クローズボタンで終了となります。